ブリッジのような気がする。1号機を見てるとそう感じるわね。まあそれでも良いでしょうけどね。フランキーの足腰も鍛えられてきたし。なんだ、隊員たちの様子が？データベースも見たけど記載なし。まあこの辺は和訳の都合もあるでしょう。海外版のウィキにも記載なし。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。我々はとんでもないことに気づいてしまいました。それは、純粋な冷却用液体クーラーがうまく作れないということです。いやー、おかしいと思ったんだよな。自分の作例を真似してもうまく動かないんだもんよ。冷却水を入れたいのにパイプが詰まってお漏らしになんのよね。これは実は1号機で過去にも起きてたことなんだけど、その時は対応できないと投げていたんだ。まさか構造上の問題だとはね。そういうことで今、我々は純粋な冷却ループと液体クーラーの学び直しを実施しています。マグマ制御をやっててよかった。あれで気づいたからね。まだまだ初心者枠だな。ごめんなさい押します。今週の、自由研究の、コーナー。お、始まった。今回からはマグマ制御実験はここで扱います。ということで液体クーラーです。おかしい、とは思うんだけど。そうなんよな、ループ先が詰まるかどうかの判断基準がないわけよ。どうなってんのかしらね。わからん。液体に粘性がない以上、構造の問題なはずなんだが。ある構造ではうまくいくのに、別の構造ではダメ。そんなことある？こんだけシステマチックなゲームでは考えられない事態だ。絶対に何かがある。あるとすればブリッジと配管の長さかしらね。ブリッジのような気がする。1号機を見てるとそう感じるわね。まあそれはいずれ突っ込むとして、だ。今回はさらなるヤバい点についてね。ってことでシーンチェンジ。大体、こういう構造でやってみましたが、あかんこれ。マイナス20度の原油を送り込んでもすぐに300度を突破する。もう一段階、冷却室がいるのでは？そうかもしれない。原油と接触させてとか？そうなるとまた構造を変えないと。それに一時冷却の手段も考えないとな。直接、液体クーラーに通せたら良いのに。オバ比75度だからね。なんとかならんかしらね。そんなことを言われてもな。マグマに押し付けもできないし。また検討かしらね。進まなくてすみません。七点抜刀だ。先人は偉大だな。しかし400度でこれか。1000度の世界で戦うって想像もつかないわね。それは言えてる。ガクブルものだ。今週の、モッド紹介の、コーナー。お、来た来た。今回のモッドはこちら。泡のお風呂。大丈夫なのこれ。危なそうだけど。そういうのではないみたい。3人まで同時利用可能なリフレ施設のようだ。定期的におなら音声が鳴るのがよくわからないが。おとなしく浸っているのはなんか可愛いわね。見た目に楽しいモッドじゃないかね。しかも上下配管いらないっぽいじゃん。チートの部類に入るのかもな。ご利用は計画的に。ってやつね。というわけでこちらが今回のモッドでした。お疲れ様でした。そういや前回、一人相撲で騒いだ汚染水ですけど。あったわね、そんなこと。配管の方はまあ良いとして、気になっていたのは野営トイレ隣の洗面所からの汚染水なんですけど。どこにも菌がいないって騒いだやつね。そうそう。皆さんはお気づきでしょうけど、どうやら植物の考えに回されてたみたいです。それなら菌の有無は関係ないもんね。そういうことだな。自分でもしばらくトイレの汚染水を直に流し込んでいたのに忘れてた。ということは行方不明の汚染水はいないわけね。おそらくそうだと思う。汚染水が必要な植物があれば、原始的な洗面所は安全に使えるわけね。行き先が決まるからね。こりゃまた便利な話ね。まあ普通はこのタイミングであの洗面所は使わないから抜けても仕方ないと思うけど。初めてガス抜きを観察中。いやこれダメなやつじゃないの？液体ドアよりも吸気ポンプで始末する必要がある、かも。かもじゃなくて必須でしょこんなん。結構ドバドバ出てるな。4サイクルで80キロの天然ガス。あかんやつやこれ。さすがに天然ガス間欠泉ほどではないけど、十分に発電機を回せる量が出てるな。これだけならためらうところだけど、今回は天然ガス間欠泉がもう一つ出ちゃってるからね。十分に電源になるなこりゃ。問題は周辺温度と、関連施設の押し込み先だな。海洋バイオームはそろそろパンパンだし、どっか探すか掘り抜くかしておこう。早速に天然ガスを吸ってみた。自動化付き。フィルターゲートは様子見で。場所良くないんじゃないか？まあ経路上に上がってくる奴らを狙い撃ちって感じね。それならまあ、良いのかな。浮気対タンク機も。キモいとか言うなし。せっかくもらった設計図なんだから。なんか、設計図を色々と受け取るけどさ、偏ってないか？それは感じるわ。やたらと服装関係、特にズボンがよく出る。なんだろうな、あれ。植木鉢なんかほぼ出ないし。シードによって偏ってるのかもね。惑星シード？
それしかなくない？まあ今のご時世、完全ランダムって手段は選ばないだろうからな。この辺は触れると長いからさらっといくけど、おおよそランダムが一定の範囲に集まるって感じよね。そういう認識で良いと思う。乱数テーブルとか言い出すと長くなるから。何か楽しそうな支給品でも来るとモチベも違うんだけど。セール中に7割引とかで購入しておいて贅沢言うな。すみません。補給の時間ですよ。選べるほどのものは来てるかな？さてどうだかな。ふむ、これなら焼きキノコかしらね。人を増やしても良いけどな。まあそれでも良いでしょうけどね。フランキーの足腰も鍛えられてきたし。なんだ、隊員たちの様子が？こんな時間に水を飲んでるけど、待てなんだ今の。バフつかなかった？カメラを寄せてみる。ヒートレジスタント、暑さ抵抗？こんな効果あったっけ？なかったと思うが。また更新履歴を見に行く作業か。あった？ないんだそれが、もう意味がわからん。過酷な環境に耐えかねて隊員が進化した？ポケモンじゃないんだぞ。しかし水の補給回数が増えたわね。これならいっそ拝観したいわ。知らない更新が含まれる。恐ろしいゲームだ。データベースも見たけど記載なし。まあこの辺は和訳の都合もあるでしょう。海外版のウィキにも記載なし。怖くなってきたわね。更新内容は全部知らせてくれってつもりもないけど、こういうのはドキッとする。このマップ左上の空間の正常化に困っていたけど、宇宙に捨てることにしました。スペースデブリって言ってね、そういうのは。やかましい。まあここは長い間、放置してたし、構わない気もするけどな。でもって作業していたら実績が解除されました。解除したのはベールを剥がせ。マップの 80% を明らかにしたと。長い時間をかけたわね。うちだけだよこんな実況やってんのは。まったくである。水分はどうすんの？それもポイしようと思ってる。まあそれが良いでしょう。動物ハマー、どうするかな。悪いけどお肉になってもらうかも。まあやむを得ないでしょう。割り切るようになってきたな。さもないと回り道すぎる。殺さずの縛りとかでもないし。それ成立すんのかね？モーブをどうするかによるのでは？まあ現状、手がつけられない凶悪生物とかいないからね。ヒグマみたいのいたらやばかっただろうな。それはもう違うゲームでしょ。そらそうだ。じゃ少し早いけど動画締めましょう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。